です。こんにちは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、適性がないとどれぐらい能力が下がるのか調べてみたということでやっていきたいなと思います。いや、お前ウィルパワーの検証じゃねえのかって思ったそこのあなた。これ、実はめちゃめちゃウィルパワーに影響します。ドドンって感じなんですが、どういうことって思ってるかもしれませんが、この動画がそのウィルパワーの検証の一個手前の部分になってきますので、今回ねウィルパワーのこと気になってるなって思ってる人ほど見てほしいなと思っている動画になっていきますので、よろしくお願いいたします。騙されたと思って見てみてください。さあ今回はですね、適性なかったら能力どれぐらい下がんのみたいな話なんですよね。でこれ過去にもねちょうど2年前くらいだと思うんですけど、動画出したことはあるんですが、その時はですね AGB 分析とかができたので、確かそのあたりでやったかなと思うんですけども、今回また別の角度からやっていきたいなと思います。で今回使っていく数値はですね、キック力、これを見ていきたいなと思います。キック力で検証する、なんだシュート打つんだって思ったあなた、甘い、もう甘ちゃんですね。もうスイートポテトですね考えがスイートポテトですね。ちょっと皆さんが想像していないであろうところから見ていきたいなと思います。今回の検証方法なんですけど、今回はですねゴールキックを使っていきたいなと思います。以前ですねザイオンのキック力の検証をやった時に見たんですけども、ゴールキックはですねキック力の数値がめちゃめちゃ影響して、この飛距離が変わるんですね。フリックでやるゴールキックの飛距離がこのキック力がめちゃめちゃ影響しているということが分かりました。見ていただいた方もいるかもしれませんけども、でこのゴールキックですね、実は特徴がありまして、何本蹴ってもですね同じ飛距離なんですよ。方向さえ間違えなければ同じ飛距離飛ぶんですよ。安定してるんです。めちゃめちゃ安定してるんです。なのでこれ使えば数値の変化量わかんじゃねという形になっていくわけですね。なるほど、それでわかるのかと。ただこの数値ってパス数値とかスキルとか関係ないのかいと思ったあなた、素晴らしいいい視点をして持っておりますね。僕もそれを思いましてやっていきました。それがこちらなんですけども、シーマンそしてノイヤーでねパス数値を変えてキック力だけ79に固定してやってきました。すると同じなんですよ。飛距離同じなんですよ。ということはこのゴールキックに関してはですね、キック力だけかながもろ影響していると言っていいんじゃないかなというところですね。ボールコンとかも全然違いますからね。なのでこの数値を使ってやっていきたいなと思います。今回使っていく選手なんですけども、イブラヒモビッチで使っていきたいなと思います。これはですね、まずウィルパワー持ってない方のイブラヒモビッチになるんですけども、結果的には同じになるんですけど、このイブラヒモビッチを使ってやっていきたい。あとはシーマンとかカーンとかも使いながらなんですけども、ちょっとね違いを見ていきたいなと思います。まずはイブラヒモビッチからね見ていきました。この飛距離をねこうやって見ていきましたよというところです。じゃあどこで比べるのかというところなんですけども、ボールが飛んできて影がですねここの芝生の上を通過する瞬間ですね、ちょっと手前というかね、ここをね基準にして見ていきたいなと思います。でその時のこの落下地点のこのバッテンですね、このバッテン印の場所を見ていきたいなと思います。でこのイブラヒモビッチをですねゴールキーパーに設定をした状態で見ていきたいなと思います。パッと見ていきましょう。86、6からやったんですけど、7と6同じだったんですけど、7から見ていきましょう。こう見ていくとね、88とか見ていくとですね、このバッテンの印がどんどん右利きにいってんの分かりますかね。これほらどんどんいってんの分かりますかね。96、98、99という感じですね。で実はこのボールの高さもねだいぶこう変わってんの分かりますかね。このだんだん上がってってんの分かりますかね。ほら分かりますよねこれね。はい。なので、この一つ一つに対してこの差が出るわけですよ。で、86、87は同じで、97、98もほぼ同じでしたね。これですね、ほぼ同じという形になりました。じゃあ、これがですね、実際の適性あるゴールキーパーだとどの辺なのか、これを見ていきたいなと思います。シマンキック力ね、67からバーっと見ていきました。こんな感じでどんどんこう下がってるの分かりますかね。こんな感じで見ていきました。最終的にはね、88ぐらいまでかな、やっていったんですけど、こんな感じでなっていきました。というところです。で、これをですね、一応比べてみるとこんな感じで、これをね、イブラと比べていくんですけど、イブラの飛距離と結構似てるなというところでちょっと合わせてみました。そうするとですね、キック力88のイブラの時に、キック力73のシーマンが割とね、結構似てる距離でした。で、この後もね、このまま見ていくとですね、こんな感じで割と似てるところに飛んでませんか？飛んでるよね。ただちょっとこれだと分かりにくいよっていうね、声が聞こえてきますから、そうですよね。はい、分かりやすくしてきました。こうなります。ちょっと近づけてね。で、バッテンのとこにこうやってね、縦の棒を置いてみました。
こんな感じで。で、ここに数値をね、置いておきました。87とかね、置いておきました。シーマンとイブラで隠れてはいますが、基準としてはですね、よいしょ。ここ、画面の端っこにこのセンターサークルのこの丸が来るところで拡大をして見てきました。そうすることでですね、ここのセンターサークルからここまでの距離みたいなね、ところがだいたいほぼほぼ安定して見れるので、これでね、比べていきたいなと思います。はい。で、これどんどん増やしていきます。こんな感じでね。はい。どんどん増やしていきます。こうやって。見て、これ上がり具合結構同じじゃないですか、この感じ。この辺の。で、このちょっとね、背景、後ろのこの人たちちょっといらないので、一回消します。そしてですね、こっからまた見ていくんですけど、これギューッと近づけて、で、あとはちょっと拡大をしておきましょう。こんな感じでね、ぐっと、はい、拡大しました。こんな感じです。はい、というところで見ていくとですね、どうですかと。もちろんこれね、自分のこのポテトの手でやってるんで、若干のね、誤差はあるかなとは思うんですが、そもそもですね、まずこの上がり具合の幅、結構似てると思いませんか？上がイブラで下がシーマンという形になっております。なので適性がない状態、適性がある状態のね、ところになっていくんですけど、対応してるのがわかるかなと思います。はい。で、この数値見ていくですね、87の時に71と71相当、88の時に73相当みたいな形で見ていきます。で、対応してるところをね、これ見ていくと、87の時、86もそうなんですけど、86とか87の時に71。ごめんなさい、この辺分かりにくいんですけど、89の時に74。90の時に75、91の時に76というような感じですね。基本的にマイナス15から16ぐらいですね。だい16前後って言っていいのかな、とは思うんですけど、それぐらいこう差がついているということがわかるかなと思います。これすごないこの感じすごいと思うんだけどな。どうだろう、伝わるかなということで、はっきり見えてきたんで、今日は結論です。適性がないと数値マイナス16とします。はい、ということで見ていただきました。今回ははっきり分かりました。はっきり分かんだねって感じでしたよね。なので16はマイナスされていると言っていいのかなと思います。で、ちなみになんですけど、これ昔のね、適正なしの状態の検証もやったかなと思うんですけど、その時の結果はですね、マイナス15以上みたいなこと言ってましたね。割と合ってんのかもしれないあんま2年前のここの設定は変わってないのかもしれないな、なんてね、勝手に思っておりました。僕の動画をね、見てくれてる方はわかるかなと思うんですけど、これを利用すればウィルパーの上昇値もわかるんじゃねえかというところなんですよ。しっかりわかりそうじゃないですか、この感じは。そんな風にね、僕は今思っているわけです。なので、この動画が上がっている頃にはもうウィルパワーの検証の動画をね、僕は今作ってる状態なのかなと思いますけども、ぜひもうちょっとだけ期待をしながらちょっとね、待っていただけたらなと思います。思い通りいかないのも検証の特徴でもあったりはするんですが、ここはちょっと期待してね、待っていただけたらなと思いますので、ハイプとかね、まだ今週残ってんなと思った方はですね、まだ待っててください。次回の動画に残してください。今回はウィルパワーの一つ前の検証としてね、やってきました。適正なしの状態でね、試合中使うかというと使わねえよな。使わねえよ。なので、だから皆さんのこれが直接ね、参考になるかどうかは別なんですけど、柿谷さんをゴールキーパーで使いたいとかね、そういう場合はマイナス16とかされてるんだなって思いながら使っていただけたらなと思うんですけども、それ以外はそんな参考にならないかなと思うんですけども、ぜひですね、待っていただいて、期待して待っていただけたらなと思います。できるだけ早く出したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。この動画良かったら参考になって面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。